こんにちは、韓国旅行中のみゆです。今は首都のソウルを観光していて、ホンデっていうエリアのホステルに滞在していて、今朝の7時40分くらいで、もう7時くらいに起きてすぐ支度をして出てきました。というのも韓国ではカフェがすごい人気で、人気のところは1時間とか2時間待つこともあるみたいで、今回はオープンめがけて人気なカフェに行ってみようと思います。で、昨日このソウルに着いたばっかりで、昨日はトンデムンとかカンジャンシジャンとかを見てきたので、よかったらそちらの動画も見てみてください。で、パン屋さんがインサドンというエリアにあって、キョモクンとトンデムンの間くらいにあるエリアになります。で、このホンデからは地下鉄とかで近くまで行くこともできるんですけど、なんかバスの方が安そうなんで、今回はバスを使ってみたいと思います。バス停に着きました。バス停は多分これですね。こんな感じです。で、今回乗るのがこの273番のやつで、多分これあと3分で来るってことなんじゃないかなと思っています。で、バス乗るとき気をつけたいのが、このコーヒーとか食べ物とかは蓋ついてないものを持って入るのは禁止みたいです。ちなみにバスに乗るときはこの T マニーっていう昨日空港で買ったスイカみたいなカードを使います。昨日空港で4000ウォンくらいで、街中のコンビニとかでは3000ウォンくらいで買えたりすることもあるみたいです。あともうちょっと高くなるんですけど、 LINE フレンズとか韓国アイドルとかの写真がついてるものもあるみたいです。チョンの3丁目かなっていうバス停で降りてきました。これから歩いて5分くらいでパン屋さん、カフェに向かいます。ここで食べれるパンが窯で仕上げたパンになるみたいで、日本で聞いたことがないので絶対行ってみたいと思って、すごく楽しみにしてます。で、ちなみにさっき乗ってきたバスなんですけど、乗った時と降りた時両方の時にピッて T マニーをタッチするみたいです。で、降りる時なんですけど、なんか現地の方を見ていると、降りる1個前のバス停を過ぎたらピッてやってるみたいです。カード OK ですか？勉強します。これがメニューです。はい。右、左、後ろ。前カウントでオーダーください。はい。ありがとうございます。おはよう。パン食べ終わって出てきました。パンがすっごいもちもちで美味しくって、多分カゴがインスタ映えとかだけじゃなくって、カゴで温めてるのが食感を出してるのかなって思います。
で味がプレーンも若干甘くしてあって、なんかすっごい甘い感じじゃなくってほんのり甘い感じだったんで、すごい私にはぴったりでした。じゃあこの辺のインサイドにあるハノっていう韓国の伝統家屋をリノベしたカフェをちょっと見つつ、このハノ韓国の伝統家屋が綺麗で景色が可愛いエリアがもう一つあって、北村かんや街、その読み方が韓国語でわかんないんですけどっていうところがあるので、そこまで歩いて行ってみます。さて、さっきからプクチョンハノクマールのエリアを歩き回ってるんですけど、私が想像してたのはアングークの駅を北にちょっと行ったらもうすぐ前面にハノが立ち並んでて、なんか京都みたいな感じでどこ取っても絵になるって感じなのかなって勝手に思ってたんですけど、このエリア一帯は普通に住宅街みたいで、なかなかインスタとか YouTube で見るようなフォトジェニックな場所を探すのが難しいので、ちゃんと割り出せたら概要欄に住所を貼っておきます。フォトジェニックな場所を無事に割り出せませた。チャンドックンとキョンボックンの間のエリアの中ど真ん中くらいがすごい綺麗でした。ただ今10時半から11時くらいの間で、この時間だともうすでにすごい観光客で混んでて、人がいない写真とか撮るのは無理っぽかったんで、人いない綺麗な写真撮りたい方はもっと早めに来たらいいかなって思います。さて、昼ご飯並ぶ前に韓国料理を食べたかったんですけど、なんかもうすでにちょっと行列が後ろにできてて、ちょっと並びます。はい、食べ終わって出てきました。今行ってきたのがここのすごい私が着いた時の3倍くらい今並んでるんですけど、スンジャビっていうワンタン系の料理がメインのお店で、ミシュランの星とか取ってるんですごい有名みたいです。すごい並んでるんですけど、開店がもうものすごく早くって、もう着いたらとりあえずすぐメニューとか出されずに何食べるってもう感じで見てきたんで、事前にスクショ撮っといたものを見せてこれって言いました。並び始めた時に周りに韓国人しかいなくってすごいビビったんで並んでる間にメニュー調べてスクショ撮って Google に翻訳させて、日本語だと全然なんか出てこなかったんで英語に翻訳してみたらスンジャビって出てきて、それをスンジャビって調べたらワンタンのスープだったっていう
感じですかね。で今回11時オープンで5分10分前くらいに着いて1巡目で入れないかと思ったんですけど、結構家族連れというか4人くらいもしくはもっとで来てる人が多くて、2人とか1人の人たちはなんか別のちっちゃいテーブルで1巡目で私も入ることができました。なんで実際待ったのが20分25分くらいですかね。そして食べるのもすごい回転早かったんで、今11時50分ですでにこうやって動画の前で喋ってるくらいの状態です。はい、そしたらこれからチャンドックンとキョンボックンっていうソウルの5大宮殿だったかなっていうところに行きます。でここが両方とも韓服を着ていくと入場料がなんと無料になるみたいなんで、さっきの韓国の伝統的な家屋が並んでる村と合わせていくっていうのもすごいいいんじゃないかなって思います。で今まずチャンドックンに向かってるんですけど、でサムチョン通りっていうところを通ってるんですけど、ここがすごいイチョウ並木がたくさんあって、今は緑なんですけどもうちょっとしたら紅葉でいい感じになるんじゃないかなって思います。ただ逆にちょっと今の季節は若干たまに銀杏が落ちててちょっと臭いので気をつけてって感じですかね。はい、チャンドックンに着きました。ちょっと若干雨が降ってきているんですけど、そんなに強くないので歩いて回っていこうと思います。でちなみに入るところが地図だとなんか公園みたいな緑のバーってなってるんですけど、その中の南の西西の方に門があって、そこから入れるみたいです。でここが普通のエリアとシークレットガーデンっていうなんか庭のエリア2つに分かれてて、普通のエリアが3000ウォンだから300円くらいと、別途シークレットガーデンが5000ウォン500円くらいで入ることができるんですけど、シークレットガーデンの方はもうツアーの予約をしなきゃいけないみたいで、今日はなんとツアーの予約が全部埋まってしまっていたので、普通のエリアの方に入っていきます。でこのさっきの門の隣すぐそこでチケットオフィスがあって、ここでチケット買うみたいなんですけど、今が中足っていう日本でいうお盆みたいな休暇の期間で、この期間はなんと普通エリアの入場料が無料ということで、今日はチケットを買わずに中に入れるそうです。チャンドックンでした。じゃあこれから20分くらいここから歩いてまた別の宮殿に向かいます。で今度はキョンボックンっていう宮殿になります。
各位游客，现在是我们正在协助的外侧，如果有任何的人是做。ただいま白線線の外側では交代儀式の準備行事が行われています。ご自由にご観覧ください。はい、ギョンボックに着きました。これが門ですねさっきいたところよりすごい、とりあえず入ったら広くってちょっとびっくりしてます。で、閉校体式が10時と2時にあるみたいなんですけど、今1時半くらいになんかもうすでにそれっぽいものが始まってて、あれ時間変わったと思ったんですけど、なんかアナウンスで2時からあるよって今アナウンスが流れてたんで、なんかあれはメインじゃなくて前のやつなんですかねちょっと2時の閉校体式探してみます。ちなみに、このギョンボックに入るチケットなんですけど、いつもはこの後ろに見えているチケットオフィスで買えるみたいなんですが、今回はさっき言ったところと同じように中足の祝日で無料っていうことで、私は今回無料で入りますで、あとは今の期間有料にはなるんですけど、夜もライトアップしてて入れるみたいです。비가 온다고 안 해버려? ということで閉校体式が中止になっちゃいましたね。直前までは小雨で行けるかなって感じだったんですけど、2時になってすっごい土砂降りになっちゃって、直前でキャンセルになってアナウンスがあった時はすごい韓国人がどよめいてました。で、そこから20分くらい経って雨が若干小雨になってきたんで、急ぎ目でギョンボックもちょっと見て回っていこうかなって思います。で、1個思ったんですけど、2時に閉校体式が終わった後に閉校体式のところで待ってた人たちがみんなこのギョンボックの中の見どころに押し寄せていくので、もしかして2時をめがけてここに来るよりは2時に見終わって閉校体式を見始めて、でも帰っていくっていう方がいいのかなと思います。見ての通り、すごいもうさっきの雨が嘘かのようにすっごい青く晴れてくれて、写真にすっごい映える空になってくれてます。で、今日は朝からソウルの北の方のエリアの一帯を観光してもらったんですけど、ちょっと朝からずっと歩いてて疲れたので適当なカフェに入ってちょっと休憩をしてから、夜今度はミョンドンとかソウル駅の方を観光していこうと思います。今回の動画は一旦これで以上にします。で、ソウル駅とかミョンドンとかもう気になる方はよかったらそっちの動画、次の動画も見てみてください。で、今回の動画楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひいいねやコメントで教えていただけたらすごく嬉しいです。ではまた今度、バイバイ。